テキラノデジョンです。今回はね、JWC からやっていきたいと思います。僕もね、JWC の方は参加してるって話をね、以前、昨シーズンの方からね、してると思うんですけども、今回はね、JWC からやっていきたいと思います。ナミのメンバーもね、シンセを除けば全員参加してるということで、非常にね、レベルの高い対戦になったかなと思います。早速やっていきましょう。早速やっていきたいと思います。個人的にもね、残り3つっていう村が残ってる中で星6を取ることができて、全部、今回はね、スーパードラゴンを使ったアタックだったんですけど、良かったかなと。ちょっとね、対戦の方忘れてて、配信がね、20時からで、攻めたのが19時半とかでね、危ないところでした。カズマくん、ここは天才を打ち込んでから、一気のトーム。これ、シンセっぽいですね、アタックがね。チームメイトにね、同じような攻めをする人が来ると、自分もその攻めをね、ある程度見たり、フレチャリとかで見てるとね、似たような攻めをするようになるっていうのは結構あるあるかなというところなんですけど、タウンホール区画とタウンホールの奥の区画を突撃艦プラス天才で追っていきました。援軍の方はアイスゴーレムで、オーデンが軽く触れてますね。上から来たかな。アーチャーの方を3時と9時と置いていきつつ、ウィザードを12時展開してますね。スーパーバーバリアンの方も入れつつ、下の方からキングクイーン展開。アイスゴーレム出しつつ、ロイヤルチャンピオン展開して、もう早いですね、展開が。相手のクイーンを処理するようにストライカーを2体角度変えて、ここはね、一つの罠に一度に2体が飛ばないような形。ロイヤルチャンピオンは投石の方へ、キングクイーンの方は下の投石の方へという形でいい流れ。呪文がないんでね、この辺ね、キングのフィストでしっかりキングの方が盾になるように早めに動かしていったような形ですが、ここからラバルを展開していきます。アーチャーでね、削って、対空砲の周りを削ったことでスーパーバーバリアンが対空砲にね、迎えるような形を取り続けて12時と3時の方。これうまいですね。なのでラバ1体っていうところで回るような形ができている。モノリスの方をね、対空砲のような感じでターゲット取らせていきつつ、あとは囲っていっての全開ガーサスと。うまいですね。ラバルをね、スーパーバーバリアンと混ぜていくというか、対空砲を削ることでね、ラバの数を少なくしても大丈夫というね、このケアの方は結構ありかなと思います。ナイス全開。4-0天才ですね。僕じゃないはい。これはね、秘書権のアタックだったんで、さっきも言ったんですけど、残り3つのアタックだったんでね、トルネードの位置が分かってたので、今回は突撃艦でタウンホールケアができるという形で、こういうルートを取りましたと。で、リターンの呪文も持ってきてます。まずは、クイーンを12時の対空砲を切るために使っていきつつ、ここで回収。反対サイド9時も削っていきます。こうすることでね、真ん中の10時のところからドッカーンとまっすぐスーパードラゴンを進めつつ、これ突撃艦でタウンホールとモノリスが折れるじゃんってことでね、これめっちゃ美味しいってところで、今回組んでいきました。スーパードラゴンも5体で、今回はヒーラー4体にしてる分、スーパードラゴンを5体にしてますね。クイヒールートにそんなに負担がかからないっていうところですね。ここはトームをかけていきます。さっきも言った通りね、トルネードのケアする必要がないので、ここで出てきてますね。はい。トルネが今、真ん中にかかってます。で、フリーズかけて、相手のね、イーグル砲と、タイチクロスと、ストライカーの方をね、固め続けて、ここにフリーズ2回使いました。で、クイーンの方にもここ固めていって、ラスト1回はタウンホールにさすがに、もう1枚あるな、フリーズ。ポイズンいらないから。タウンホール固めて、ちょっと早めに解放してタウンホールプラスでここモノリス漏れるようにしましたね。で、ここもロイヤルチャンピオン、一応かけたんですけど、なくてもいけるかな、どうだろうと思ったところ、クイヒーとかの方にいらなそうだったんで、ここ打っていって、スーパードラゴンが1、2、3、4体まだ生き残って、ここでホーミングヒット。バッチクソに貫通しましたね。めちゃくちゃいい流れ。プラン通りいったからかなと思いますが、あとはロイヤルチャンピオンの使い道っていうところを考えてあげるところかな。リスト使うことで、バーバリアンの方でマルチ IT のターゲットを取ることで、ストライカーを延命していきつつ、ロイヤルチャンピオン使うとこもないんで、ここに使っていきました。上の方のね、
スーパードラゴンが投石のところまで貫通してるのは見えたので、あとはこのまま3ヒーローで勝手に全開になりますと。まあ、かなりプランに刺さる配置に刺さるプランニングができたんじゃないかなというところでしたね。チェスキングとチェスクイーンも採用しつつ、はい。まあ割と理想的なスーパードラゴンだったかなと思います。さあ続けても僕ですね。2番、3番といてた形でしたと。これもリターンの呪文を使った形のスーパードラゴンで、今回はスーパードラゴンの数を4体にし、クイヒの、ね、ヒーラーの数を5体にしてますね。クイヒが今回はタウンホールを打つ係になってくるので、ヒーラーの数を調整してます。アーチャーターとか切って、呪文まで切ったらかな。はい。ただのサイドカット。9時から引っ張っていきつつ、ここね、シューターの方でマルチ IT とかその辺をケアするような形をとっていきます。対空砲まで削れたらかな。はい、タウンホールの横をシューターでケアしつつ、タウンホールのね、タイチクロスのところがあると思うんですけど、このタイチクロスとね、エリクサータンクの1マスのところからクイヒ誘導しつつ、この一直線からスーパードラゴンをぶち込んでいく形。スケルトンの呪文の方でね、ターゲット取って、まあフリーズでもよかったんですけど、スケルトンの呪文の方が、速射のね、アーチャーターとか、この辺もね、ターゲット取れるかなってところで。で、あと、こっちのタイチクロスの竹もね、スケルトンであわよくば取れればいいかなってところだったんですけど、うまく刺さってますね。で、ここしっかりトームをかけてあげることで、タイチクロスのターゲットもずっとスケルトン取ってたし、まあ援軍と当たるところというところ、ポイズンもいい角度でかけれてましたね。スーパーガーゴイルとロケバルと。まあ、ここ貫通することができるから、このルートを選んだって形です。で、レイジの方はここでね、スーパードラゴンにもかけるように打って、もうモノリスの方をスーパードラゴンで折り切っちゃおうという形です。まあ、狙ってた真ん中貫通っていうのがある程度スーパードラゴンの方で削れたかな。まあ、想定よりはタウンホール側に流れてしまったので、少しだけ伸びは、どうしようかなと思ってたところでした。下のマルチ IT ぐらいまではね、されたらいいなと思ってたところでした。まあ、なので、今回ここはおでんにね、打っていきます。おでん使って、マルチ IT まで折り切り。で、キングを使って、まあ、キングの方がね、ライフオーラ入るのもあるし、ちょっとここで、オールがやられちゃったので、オーデンの延命はいらないかなって感じでした。まあ、ガーゴイル3体あったんで、ガーゴイルで対空砲のタゲを取り続けるっていうね、やり方でも延命できるかなってちょっと考えてたんですけど。まあ、シューターの方もここで弾け飛びつつ、シューターの中身はね、今回ね、スーパーホグ入れてます。はい。で、今回このスーパーホグに合わせてロイヤルチャンピオン使おうと思ってたようなイメージでしたが、まあなくてもいいかってところでね、ロイちゃんは反対サイド。結構ね、シューターのスーパーホグ採用はね、強いと思ってますね。まあこういう風に最後の方はタイチクロスのタゲを取ってくれたり、ロイヤルチャンピオンと一緒に置いてますね。あとはロイヤルチャンピオンとスーパーホグ。まあ形は違えど合流してくれて、ゴリ押し突破での全開ですと。まあこれも割かし、クイヒールートもプラン通りに進んだかなというところでした。さあ、ガククイヒーラバレ。結構ね、動画とかだとね、ちょくちょくつくのがね、スーパードラゴンってなんか弱いイメージしかないって結構コメントつくことがあるんですけど、僕は全然そんなことないと思ってて、普通にめちゃくちゃ強いと思ってるんで、かなり強いユニットかなと思ってます。ちょっとね、雑に扱ったら普通に解けちゃうし、ルート取りとかもね、しっかり考えてあげないと、解けやすいユニット。まあ、解けやすくはないんだけど、弱い部分もあったりはするんですけど、普通にね、前回取れるユニットです。はい。で、ボマーを今回使ってますね。タンクイヒやりつつ、ボマーを投石区画に入れて、援軍を釣り出すような形入ってますね。で、イエティにここレイジ置きつつ、クイヒの方もレイジ置きつつ、ラストライカーも入ったので、ちょっとクイーンの方は HP 持ってかれかけましたが、は大丈夫そう。ラストライカーのちょっと衰弱効果でタウンホール打つ時間が長くなってしまったので、ここはフリーズを一度挟んでいきます。で、イーグルのタゲ取りキングがサイドカットにやりつつ、このままタウンホールの方奥へクイーンを進めていく流れですね。
これウォールブレーカーなしで真ん中のマルチ IT2 つを折れるのがね、このルートのいいところですね。ここね。タウンホールクイヒーってタウンホールのその先が大事だからね。ただタウンホール折ればいいっていう、あれじゃないからね、タウンクイヒーは。折ったその先に、なんか、つながるものがあるかどうかっていうのでタウンクイヒーやるかどうかのね、基準にもなりますからね。フリーズちょっと珍しいとこ打ってきましたね。ロイヤルチャンピオンを投石区画に入れるような使い方。フリーズ使っちゃったんでね、本当はここに欲しかったかな、フリーズ。ストライカーが入ってくれたことで、ロイヤルチャンピオンで、このストライカーいいですね。で、クイーンの方は真ん中マルチ IT2 本折りのクローク打ちつつ、ラバルの方もヘイストトームという形。これによってバルーンの方も、しっかり、押し切れそうかな、どうだろう。結構バルーンは落ちてきちゃったけど。最後のちょっとフリーズがもったいない部分だったかな、珍しく。っていうのと、タウンクイヒーのところでね、いらないフリーズ、ね、本当は使いたくないプラン外のフリーズ打たされちゃったからね。あそこがちょっと厳しくなっちゃってるところかなというところですね。ただ、ここからウォーデンが押し切っていきます。手の長さがね、やっぱ、強いですね。下にラボも残ってるんですが、割り切っての全開バーサス。カズマくんも星6、今回もスーパードラゴンですね。リターン型のスーパードラゴン。強いんですよ。これはどうなのか。オーソドックスな形でいくのか、両サイドカットでいくのか、どうなのかってとこですね。まずは6時の方を削っていって、ベビドラとウォールブレーカーまで来ました。はい。マルチ IT まで削りたい。クイーンまでワンチャンぐらいかな、触れるとしたら。ここは当然レイジを置いていきつつ、マルチ IT は取りまして、クイーンの方は、取らずに回収。9時ですね。援軍が軽く連れて行きました。対空折れたらモンスターとかな。ここ大砲切りたいね。戻していく。オーソドックスなタウンホールから突っ込んでいく形のやつですね。工夫として今回ウォールブレーカー使ってマルチ IT まで折り切ってるっていうところが違うところかな。ボマーちょっと早かったかもね。キングに捕まるところなので、ちょっと前の方走ってしまってますが、タウンホールとモノリス固め続けて。最終的にはここで、いいトーム。中身の方もしっかり待ってのトームをかけていきます。援軍はかなり細かいアーチャー系のものが入ってて、これだけだったのかな。ウォールブレーカー、さらにつけていく。このウォールブレーカーうまいな。クイヒーの道を作っていく。イーグルマルチをフリーズで固めることで、イーグルまで確実に反対サイド投石の方もフリーズかけてスーパードラゴンをさらに伸ばしていきたいところ。インブワンチャン投石までなくて折れるね。こういうところがスーパードラゴン強いところ。インブワンチャンって構えて、なくていけるねで、いらなかったで、抑えるのがいいところかなと思います。今回はウォーデンのライフオーラ使いたいので、ロイヤルチャンピオンウォーデンと同サイドから使っていく形かな。フィスト使って外周部を大きく削っていって、真ん中マルチとテスラのところ、ロイヤルチャンピオンも集まって、ここはもう先打ちポイズンですね。ビッグスケルトンがあった時に速攻で消してくれるというところ。クイーンはくるくるしてる。ナイス全開ガーサス。クイラバ。スケルトンの呪文がね、2枚入りつつ、スーパーバーバリアン8枚入ってるのが、ちょっと面白いところかなというところですね。3時にまずシューターを置きつつ、特にスタートは切らず、来ましたね。4時から。スーパーバーバリアンカットも入れて。これシューターの燃焼ダメージもいいですね。
スケルトン1枚使ってモノリスのターゲットを取って、両サイドスーパーバーバリアン。このスーパーバーバリアンの強いところはね、クイヒーのサイドカットにキング使わなくてよくなることですね。綺麗にサイドカットしてくれました。結構、定番なカットでシューターとキング両サイドカットみたいなね。あると思うんですけど。スーパーバーバリアン使うことでヒーローの温存ができる。キングの温存ができるっていうところが強い。スーパーバーバリアンがね、強いところはね、ヒーローを使わずにヒーローの処理ができるところと、ヒーローを使わずにサイドカットができるっていうところが強いところかなと思います。金庫にこんなにぶん投げて、これロイちゃんの処理ですね。ロイヤルチャンピオンをこうしてスーパーバーバリアンとストライカーの方で処理をしていきました。これが強みですね。これによってシューターが奥の投石の方まで削ることができて、反対サイド、キングを使ってクイーンの方まで。そうですね、スケルトンもこっちに使っていって、スーサイドラバルっぽいですね。さあ、いいフィスト。これで両サイドのヒーローと投石っていうのが、シューターとスーパーバーバリアンで削ることができました。これバカ強い。投石まではこのキングが復活しまして折り切れそうかな。はい。6時の対空砲。下の方ちょっとうざいな、これ。インブ。はい。ちょっと引っ張られちゃうね。ラバルが上から来ます。さあ、壁殴りは対空砲の方に行ってしまいました。真ん中殴ってほしいところでしたが。シューターの方がね、投石の方までしっかり削りつつ、タウンフリーズ。ラバルもちょっと難しい感じになってますが、レイジトも一気にかけていきます。タウンホールまで一気に、これで折り切りつつ、ロイヤルチャンピオンがまだ手元残ってますね。いい。落下ダメージ。対地クロス両方折れたのはバカ強い。あとはクイーンクローク打ちつつ、残ったところを回収していけば OK って感じかな。ナイス展開ですね。初手の作り方が良かったかなって感じで、ストライカーをね、スーパーバーバリアンと合わせてヒーローを処理していくみたいな、このスーパーバーバリアン編成だと結構あるんですが、ラバルに組み込むの面白いですね。さあ、ジュンクさん。ジュンクさんといえばね、サービス終了編成だと思うんですが、この対戦のね、一番最後に残った配置、僕がね、2個目、3個目っていう、残った2、3攻めたって言ったんですが、最後に残ってたのね、この配置でした。決めてく、ね、パフェを決めたのが、ジュンクさんのこのサービス終了編成だったというところで、なかなかね、やる人もいないし、プランニングのやり方だったり参考になるリプレイっていうのはね、少ないと思うので、さあ、一気にまとめて、ドッカーンと、スーパーアーチャーとネクロとイエティとゴーレムというところ、で、奥をクエイク揺らして、ウッドランチャーのね、ハイダメージも、壁のね、ダメージも、補助の意味もありつつ、ハイダメージとしても入れてって、もうこれ早いんですよね。もうロイヤルチャンピオンも3時の方ね、展開してて、で、9時の方にコウモリ使ってるんですよ。ちょっと見逃しちゃった人もいるかもしれないんですけど、3時にロイちゃん、9時にコウモリ3枚っていうところで、両投石をケアしていきました。これ面白いですね。サービス終了にコウモリを使っていくやり方。今回このね、投石の取り方っていうのが非常におしゃれで良かったポイントじゃないかなと思います。3時の方にね、ロイヤルチャンピオン使った方のサイドが非常に伸びてくれて、イエティとネクロとスーパーアーチャーが外周部回りつつ、クイーンの方は黒く持った状況でポイズン受けてます。キングの方もこれフェニックスなので、ここ貫通してからフェニックス発動してます。だいぶ飲みましたね。サービス終了編成結構早めに解けていくことが多いんですけど、キング結構早めに出しすぎちゃうとね、解けちゃうっていう、このタウンホール9ぐらいの時のあるある。ハイブリッドのキングが一番最後に出しましょうって習った人もいるんじゃないかな。新しく始めた人はね、その辺の常識がないかもしれないんですけど、キング早めに出しすぎちゃうとね、フィストも早めに出しちゃって、伸びがね、縮まっちゃうので、一番最後にキングを出して、できるだけターゲットはゴーレムとかね、他のユニットで取ってもらうっていうやり方が、こういうの伸びるんですけど、15になっても変わらないですね。はい、というわけでね、本日最後のリプレイにしていきたいと思います。コマくんかな。突撃艦使っていって、突イエティっぽい。クイーンと投石のところ、落としていって、援軍つって。
まあ、バネかかっちゃったんですけど、非常に仕事はしてくれたかなと。まあ、ラバだけ釣れてないのかな。いい打ち順だね、今の。アイゴレかもしんないけど。ここ6時に穴開けをしていきつつ、ウォーミングチェック。これね、マルチ IT もね、ケアしなきゃいけないところで、この入りちょっと難しいんですけど、ウォールブレーカー入れて、まあ打てるけど。ラバでしたね、出てないの。反対サイドにウォールブレーカーとスニゴブが入って、キング入れていきたい準備かな。ガーゴイルとバルーン当てていって、クイーンのための被弾を抑えつつ、サイドカットみたいな形。キングを3時からやはり投石の方へ向けて歩かせていきます。このルート強いですね。あと、マルチ IT まで打てちゃうのが強すぎるな。ここからウォールブレーカー使って反対サイドマルチ IT のところまで対空砲とかも折れるようなルートになりつつ、ここからクジラバル入れていきます。まあオーソドックスなね、突 AT 型のクイラバかなという形なんですが、非常に突 AT のルートカットをね、活かしたラバルルートになってるんですが、ちょっと外周部テスラ、これを見てそっちにヘイスト真ん中レイジ置いて一気にトームまでかけちゃうかな。トームかけちゃってもう使い捨てバルーンでいいですね。こんなにテスラまであるなら。はい。残ったところロイヤルチャンピオン12時展開していって、マルチ IT の方穴開けしたんですけど、クイーンは入ってくれてなかったようですね。呪文がまだフリーズとインビジブルと一発ずつ残ってるので、モノリスの方を固めつつ、クイーンの方も黒く合わせて、ロイヤルチャンピオンも能力あるんでね。これで GG です。ナイス展開。今回クイヒー系とスーパードラゴン系とかなり多く見れた形かなと思います。はい、というわけでね、終わりまして、JWC の無事勝利することができつつ、非常にいいリプレイも多かったかなと思います。紹介できてないアタックもね、たくさんあるんですけど、リターン型のね、スーパードラゴンがね、結構、思ってる以上にね、いろんな配置に刺さるというか、やり方もね、最近いろんな形で出てきてね、天才と組み合わせたりとか、今回の僕のね、安い日本売りの使い方だったりとか、ヒーラーの数を4体にしてね、スーパードラゴン5体にするとか、配置をね、いろいろ攻略する上で工夫がね、たくさんできる編成なので、その分、攻めれる配置の形っていうのも多くなってきてるのかなと思います。オーソドックスなね、カズマくんみたいなタウンホールから入っていくやり方も、今ね、まだ強いですしね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いしましょう。さよなら。